お会計は41万円です。バーに入って1時間。しかも3杯しか飲んでいないのに提示された高額な支払い金額。俺が抗議すると店員はうちはフクロウ組がバックにいるんだと半ば脅してくる。万事休すの事態にひるんでいると会社の後輩が前に出て、俺の名前は山崎真嗣。25歳のサラリーマンだ。俺は平凡ながら親切で優しい両親に育てられてきた。両親はいつも親切は人も自分も助けると俺に言い、他人には親切にしなさいと言った。そんな風に教えられてきたこともあり、俺は困っている人を見るといても立ってもいられなくなってしまう。多少自分を犠牲にしても人助けをしてしまうのであった。両親はいつも俺の人助けエピソードを嬉しそうに語る。俺が10歳だった頃の話だ。家族で幼稚園に行った時のこと。俺は一人迷子になってしまった。パレードに夢中になってはぐれてしまったのだ。慌てて周辺を探してみるが、父も母もいない。俺は泣きそうになりながら両親を必死に探す。すると同じようにキョロキョロしている自分よりも幼い女の子がいることに気がついた。彼女も両親たちとはぐれてしまったらしい。泣いている女の子。俺は自分も迷子だというのに自分の両親そっちのけで女の子の両親を探してあげた。女の子と手をつないで大きな声で彼女の両親を呼んでいると、係員の女性が迷子の俺たちを保護してくれたのだという。無事保護された俺たちはキッズスペースで互いの両親と再会することができたのであった。俺が自分よりも女の子をと必死になっていた話を聞いた両親は、真嗣、立派だぞと褒めてくれた。嬉しそうな両親を見て俺はとても誇らしい気持ちになり、もっと褒められたい。両親の喜ぶ顔が見たいと思うように。俺が人助けをする根底には両親の笑顔があったのだ。いつも人助けを積極的にするのはその時のことが大いに関係している。しかし親切は人も自分も助ける。それが裏目に出てしまう出来事が起こった。父親は親戚の連帯保証人になっていたのだが、借金を払えない親戚が蒸発。その借金をすべて被ることになってしまったのだ。平凡だった俺たち家族は突如多額の借金を抱える羽目に。突然窮地に立たされ、俺も両親も愕然とするばかりだ。まさか親切心があだになるなんて。この時ばかりは人助けなんてするもんじゃないと悔しい気持ちになった。しかし立ち止まっているわけにはいかない。それでも俺たち家族は生活をしていかなければならないのだ。俺はこれまで以上に仕事を頑張り、残業も進んで引き受けた。専業主婦だった母もパートをするなど、一生懸命借金を返す生活が始まったのだ。すると、そんな俺たち家族の噂が広がり、あそこの家は借金まみれらしいよ。多額の借金があるんだって、と後ろ指を刺されるように。気づけば周囲から人がいなくなっていた。俺たちは何も悪いことをしていないのに、内情も知らないのにひどいと俺はそう思う。そんな苛立ちと悲しみを抱えながらも、俺は一生懸命働くしかなかった。毎日忙しく働く俺。出社すると今日から職場に新入社員が加わるという。
伊藤さやかという名前の女性で、年齢は22歳だそうだ。可愛らしい顔をした彼女は明るくて、誰からも好かれるような女性だった。仕事熱心で優しくて気も使えて、思いやりにあふれた彼女はすぐさま職場に馴染んだ。俺が残業していると、そっと彼女は机に缶コーヒーを置き、お疲れ様ですと微笑む。大変ですねと言うから、そんなことないよと俺は言う。私にもできることがあるのなら手伝わせてください。俺は、気持ちは嬉しいけれどと言って断る。迷惑はかけられないから。すると、二人で力を合わせた方が早く終わるし、迷惑なんかじゃないですよと彼女は優しく言うのだ。そんなことを言ってくれる人なんて誰もいなかったのに、ねぎらいの言葉すら誰からもない。借金があることをみんな知っているから、残業は俺に押し付ければいいと思っている。だから他人の残業をこなしてもありがとうはない。しかしそれでもいいと俺は思っている。両親の親切は人も自分も助ける。俺が残業することで誰かが幸せならそれでいいのではないかと思っているのだ。もしかしたら彼氏とデートがあるのかもしれない。もしかしたら子供と遊ぶ時間が増えるかもしれない。そう思うと残業は借金のためだけではなくなる。不毛な親切心だと言われようが、それでも俺は満足だったのだ。ただし孤独だけはどうにもならなかったのだけれど、そんな孤独に寄り添ってくれたのがさやかさんだった。さやかさんはいつも俺の残業を手伝ってくれた。そんな風に寄り添って手伝ってくれる彼女の存在はとてもありがたかったし、心強かったけれど、同時に不安な気持ちになる。さやかさんが手伝ってくれるのはすごくありがたいよ。でも大丈夫なのかなって心配になるんだ。どういうことですか？さやかさんは首をかしげ俺を見る。俺の噂知ってるでしょ？職場でも俺ら家族の借金の噂は広まっている。みんながどこかよそよそしくなったのは、もしかしたら金を貸してくれと言ってくるかもしれないという不安からだった。そんなことを言うはずもないのに、噂とは本当に厄介である。だから俺と仲良くしていると、さやかさんまで冷ややかな目で見られてしまうかもしれない。そう不安に思うようになってしまったのだ。しかしさやかさんは、なんだそんなことと笑った。だからなんだって言うんですか？私はそんなことで山崎さんを嫌いになったりなんてしませんよ。きっぱりとさやかさんは言う。私は周りのそんな噂なんて気にしません。そう彼女は言うのだ。現に山崎さんは私にお金を貸してくれなんて言ってきてませんしね。そんなの気にすることないですよ。山崎さんがいい人なのは知ってますからとさやかさんは言う。俺は感動してしまい少しうつむいた。そうしてありがとうと小さくつぶやく。こんな風に言ってくれる人は初めてで、なんだか泣きそうになってしまった。山崎さんがみんなの残った仕事を代わりにしてくれているから、みんな定時で帰れるんですよ。さやかさんはそう言って優しく微笑んだ。山崎さんのおかげで助けられている人、たくさんいると思います。山崎さんがとても親切な人だって知っているから、噂なんて気にしませんよ。さやかさんの言葉が俺の冷えていた心を温めてくれたのであった。親切にしていてもバカを見る。そんな風に思うこともあり、自分がやっていることに自信を持てなくなっていたが、
彼女のおかげで俺は自信を持てるようになったのだった。そこからぐっと距離が縮まり、その後も一緒に残業をするようになった。前までは金のためとはいえ憂鬱だった残業が、今では待ち遠しくすらなっている。さやかさんと仲を深め、俺は仕事が楽しくなっていた。そんなある日、いつもと同じように二人で残業をした後、彼女を食事に誘ってみた。いつものお礼をさせてほしいんだ。そんなに高いところには連れて行けないけど、どうかな。そう俺が言うと、さやかさんは笑顔で、いいですよと言ってくれた。俺たちはリーズナブルなイタリアンの店に行き、食事と会話を楽しむ。いつも喋っているのに、会社外で話すのはなんだか新鮮で、食事が終わってからも俺は彼女ともう少し話したいと思った。俺は意を決して雰囲気のいいバーに彼女を誘ってみる。そうですね。じゃあ一杯だけなら。俺たちはバーに向かうことにしたのだった。バーではさらに楽しい時間が過ごせた。会話が弾み、1時間という短い時間ではあったが、とても有意義な時間だったと思う。俺はボーイに会計を頼んだ。お会計41万円になります。え？ 1 時間程度の滞在で、しかも3杯しか飲んでいないのに41万円だという。どこをどうやったらそんな額になるのか全く見当がつかない。俺はそんな値段おかしいと言い、間違っているのではないかと訴える。すると店員の目が突然つり上がり、荒い声で、うるせえ、さっさと払え、と怒鳴った。俺はその表現ぶりに驚き呆然とする。そんな俺に圧をかけるように、払わなかったらどうなるのか分かってんのかと凄んできた。払わなかったらどうなるんですか？背後にいたさやかさんがそう毅然とした態度で言った。彼女は全然怯えてもおらず、しっかりとした声色で尋ねる。ああ、うちのバッグにはあの有名なフクロウ組がついてるんだ。どうなるのかなんてわかるだろ。俺は小さな声で、フクロウ組とつぶやく。平凡に生きてきた俺でも知っている名前だ。そんな怖い人たちがバッグについているなんて、俺は背筋が凍った。わかりました。でも持ち合わせが。すぐそばに消費者金融の ATM がある。そこで借りてこい。荷物と女は置いていけよ。そんな。俺が絶句していると、さやかさんが前に出て、フクロウ組なんですね、と店員に尋ねた。店員は、そうだ、フクロウ組だ、と凄んでくる。なるほど。それじゃあパパ、じゃなくて、組長をここに呼んでくださいよ。なんとさやかさんはここに組長を呼べという。これには俺も、凄んでいた店員も驚いた。店員は、何言ってんだお前、と慌てている。そうして、こんなことで組長を呼べるわけがないだろ、と怒鳴った。そうですか。じゃあ私が呼びますよ。そう淡々と言って、彼女はスマホを操作し始める。何言ってんだお前。嘘も大概にしろ。嘘かどうかはすぐわかりますよ。組長が来てから話しましょう。さやかさんの落ち着いた言動にさすがのこわもて店員もひるんでいる。そうして10分後、ラフな格好をした男性が店にやってきた。誰だこのおっさんは。店員はそのラフな格好をした細身の男性を見て凄みを聞かせた。
しかし男性はニコニコしながら動揺もせずつかつかと歩いてくる。おやおや、それはこっちのセリフだよ。男性は店員の前にやってきて、俺の組の名前語ってぼったくりしてんのはてめえかとドスの効いた声で言った。ニコニコしていた顔は仁王像のように恐ろしく変貌した。そうしてその声が合図になったかのようにドアから体格のいいスーツ姿の男たちが入ってきたではないか。どの人もこわもてで俺は震え上がる。しかし震え上がっていたのは俺だけではなかった。店員もガタガタ震えながら腰を抜かし床に座り込む。どうやらさやかさんが呼んだ男性はフクロウ組の本物の組長だったようだ。なんで彼女が組長と連絡が取れるのだろう。そう疑問に思っていると、さやかさんがごめんなさいと俺に頭を下げる。こんなことになってしまって本当に申し訳ないです。いや、むしろ助けてくれてありがとう。ちょっと驚いたけど本当に助かったよ。でもどうしてさやかさんが組長の連絡先を知っているのと俺はそう尋ねてみる。するとさやかさんは暗い顔をしてうつむいた。フクロウ組の組長は私の父親なんです。え、お父さん？はい。怖い目に遭わせてしまってごめんなさい。どうしてもあなたを助けたくて。いや、さやかさんのせいじゃないですよ。できることなら知られたくなかったとさやかさんは涙を流す。そうしてごめんなさいと言って彼女は走り去ってしまったのだった。翌日、さやかさんは会社に出社してこなかった。無断ではないようだが、きっと昨日のことがショックだったに違いない。俺は昨日彼女を追わなかったことを後悔した。本来は追っていく場面だったのだろうが、組長たちがまだバーに残って店員と話していたので消えるわけにはいかなかったのだ。話し合いが終わったのか、組長がこちらにやってくると、さやかはと俺に尋ねた。俺は正直に答え、どうやらさやかさんを傷つけてしまったみたいです。すみませんと謝罪した。組長は渋い顔をして、いや、君が悪いわけじゃないという。父親である自分の職業が娘を孤立させてしまったのだと、そう組長は寂しそうな顔をする。驚かせてすまなかったね。これは私の名刺だ。困ったことがあればいつでもかけてきなさい。組長はそう言って俺に名刺を差し出す。これからも娘と仲良くしてやってくれ。はい、もちろん。俺がそううなずくと組長は優しく笑って帰っていった。さやかさんに LINE を送ってみたが未読のまま数時間が経過している。俺は意を決して組長からもらった名刺を財布から取り出す。そうして組長に電話をかけた。心臓が飛び出そうだったが、通話に出た組長の声は穏やかだ。俺は訳を話し、今から家にお邪魔したいと伝える。すると組長は、車を出すからそれに乗ってきなさいと言ってくれた。俺はそれに甘え、迎えに来た黒塗りの車でさやかさんの家に向かう。着いた日本家屋の豪邸。俺はその豪華さに圧倒されながら玄関で自分の名前を言って応接室に通してもらった。組長から話を通してもらっていたので俺はすんなりと中に入れたが、もしそうでなかったら入るのも一苦労なのだろうと、そんなことを思った。何もかもが雅で豪華な家。さやかさんが特殊な暮らしをしているというのがよくわかる。
そんなことを考えていると、さやかさんがおずおずと室内に入ってきた。さやかさん、昨日はすみませんでした。さやかさんが悩んでたこと察してあげられなくて。それを言いにここまで来たんですか？謝罪もしたかったけど違います。今日は交際を申し込みに来たんです。俺はさやかさんをまっすぐに見て、俺と付き合ってくれませんかと尋ねた。さやかさんは小さく、えっと声を上げる。組長の娘と分かっても、あなたは私を嫌いにならないんですか？だからなんだって言うんですか？俺はそんなことでさやかさんを嫌いになったりなんてしませんよ。さやかさんは目を見開いた。俺はそんなの気にしませんとそうきっぱり言ってみせる。特殊な家庭でいろいろ悩んで大変だったと思います。俺はそんなあなたを支えていきたい。俺は再度付き合ってくださいとさやかさんに言う。すると彼女は涙を浮かべながらよろしくお願いしますと言ってくれたのだった。さやかさんから話を聞くと、やはり特殊な家庭で苦労をしたらしい。昔からさやかさんが組長の娘だと知ると、みんながみんな彼女を色眼鏡で見るように。ただ普通に接してほしいだけなのに、何もかもがよそよそしくなった。だから友人も少ないのだという。普通の関係ですらそうなのだから、異性関係ともなるともっと深刻だったのだそうだ。好きな人ができても、さやかさんが組長の娘だと知ると振られてしまったり、音信不通になったり。だからバーでの一件で俺に嫌われてしまったと落ち込み、体調を崩してしまったのだとか。俺はさやかさんに大丈夫だよと言う。これからはそんなことを気にしなくてもいいと、そう彼女に言ったのだった。それから2年の月日が経った。俺たちは無事に結婚し、幸せな生活をしている。後から聞いた話だが、実は幼い頃に遊園地で助けた少女はさやかさんだったのだとか。俺たちは運命だったんだねと笑い合う。結婚の際にうちの両親の借金を組長が肩代わりしてくれた。組長は娘をよろしく頼むと言い、さやかさんの悩みが解消されたことをとても喜んでいた。今、さやかさんのお腹には新しい命が宿り、みんなが赤ちゃんに会える日を待ち望んでいる。子供が生まれたら、親切は人も自分も幸福にしてくれると教えたいと思う。誠実に生きることの大切さを教えていきたいと思うのだ。